長澤葵です。絵画作家をやっています。普段は秋田の地元を拠点にしながら北と南の地域を行ったり来たりしながら狩猟文化っていうのに携わるようになって、山に入った記憶だったり出会いっていうのをもとに、あと画材作りっていうのも通しながら絵を描くっていう活動をしています。実際に自分の足で確かめたり、出会った相手の生き物だったり、その人と自然の関係性っていうのに心が惹かれることが多いので、そういったものを主題とした絵を手掛けることが多いです。大学の卒業制作の時期に自分のルーツをたどるフィールドワークをする中で偶然訪ねた場所がマタギの里と呼ばれている阿仁地区っていうところで、そこでもともと自分が釣り文化を通して川を道と捉えながら山に入ってたのに対してマタギの人たちはもう少し立体的になのか感覚的に山全体全域っていうのを捉えてらっしゃったので、そういうふうなのを自分も目指してみたいなというか、自分も同じような目線になってみたいなって思うようになってからはずっとマタギの里に通うようになって、でそこから自分も狩猟免許を取得して、彼らと一緒に山に行ったり狩猟するようになっていきました。人の目線を通して自分の感覚だけだと気づけなかった目に見えない気配だったり、生き物生命っていうものがどこからどこまでが、例えば熊なのかイノシシなのか鹿なのかっていうのを手触りで感じていくっていうことが自分の中で学びになっていて、結構自分が昔から命ってなんだろうっていう結構大きく捉えることが多くて、それを頭の中だけではなくて実感としてそういう自分たちとはまた違う山の中の異なる暮らしをしている者たちに出会いに行くことによって逆に自分自身のことを知ったり、人間っていうことに気づかされていくような、そういうふうなことが日々学びにつながっているような気がしてます。熊っていうのがもともと秋田で暮らしていて、人間以上に怖い存在って思ってたんです。今も熊に山の中でばったりやったら怖いなと思うんですけど、ただそれを例えば狩猟者っていう立場を得て熊の世界に飛び込んでいくと、彼らの性格とか感覚っていうのを観察して分かるようになっていって、例えば熊が歩いていった道っていうのは自分たちも歩きやすくなってたりとか、その先に美味しそうな山菜があれば熊も美味しそうだなと思って行ってるとか、すごく自分たちの感覚と近しい部分っていうのが見えていって、感性を共有する部分が自分たちが人間だから人間っぽいなっていうふうに熊に対して思ってしまう時に、これは人間的な感覚なんだなって思ったりっていう感覚もあれば、一方でじゃあ実際に獣を食したり解体したり自分たちとは絶対的に違うものとして扱わなければいけない場面だと、すごくさっきまで私と感性が似てるかもしれないって思ってたクマをもう食肉として授かるって言い方もするんですけど、いただくことになった時に体を分解すると、やっぱり自分たちとは構造が全然似て非なるものなんだなっていう事実に気づかされたりもして、そういう時にクマはやっぱりクマだし人は人であるっていうのを実感させられるような、全部が全部同じだなっていう風な引いた捉え方もありつつ、やっぱり種のもとに環世界がそれぞれ広がっていってて、そこでじゃあ自分が人間としてできることは何なんだろうとか、人間に生まれちゃったからどうせだったらちょっと文化的な側面とかでそういう意味で何かを生み出すみたいな存在になれたらいいのかなと思
自分の場合だといろいろ勉強したりとか学んでいくさなかで手段として絵を描いたり文字だったり言葉だったりアウトプットするっていう瞬間が訪れて、なんかそういうふうな足跡っていうのをちゃんと残していくみたいなところが、今の自分の人間力でできる精一杯なのかなって思いながら、またなんか違う世界だったりそういう感覚の人だったりその山の動物だったり自然界のいろんな生き物とまた出会うとまた何か自分でできることが増えそうな気もしていて、この先でまたそれぞれの出会いとともに自分が何ができるかを模索できればいいのかなと思ってます。プルシアンブルーって言って動物の血とかタンパク質が材料になって作れる合成顔料なんですけど、もともと好きで使ってた色ではあって、ただこの色がなんで好きなんだろうみたいなのを結構考えてった時に作り方とかを調べてったら動物の血が元になって作れるっていうのが分かって、でもしかしたら自分が今狩猟者って立場だとどうしても使われないで現場に置いてくる血もあるっていうのも見てきたので、そういうのも全部すくい取って画材にできるのかなっていうのが分かってきた時に作り始めた青色ですね。自分の中では特別な色だなと思って、結構いろんな作品にこの色が必ず忍ばせてあるというかベースになってたり溶け込んでたり世界というか背景になってたりもする色で、これをゆくゆくはもっといっぱい作れるようになりたいなって思いながらなんですけど、今は少量ずつちょこちょこ作りながらやってますね。よいしょ。血を乾燥させたものが今湿気で戻ってきちゃってて、それの匂いです多分。ハエが好きな動物のあれですね。これが血だったものです。雪崩に巻き込まれて死んじゃったのが雪が溶けて出てきたみたいなのがあった時に、いろんな獣が肉片を持ち去ってたりとかする中で頭とかが残されてたりすると、その頭を一生懸命ウジとかいろんなムカデとかいろんなものが食べてるのが分かって、ただそれがふとした瞬間にこうやって出会う虫のこの感じよりもすごく元気なんですよ。生きがいいというか食べてて、本当に食べるのがそれこそそういう生き物が生き物を食べるってやっぱり好きなんだなって、そういう時に生き生きとしてるのを見てると思うし、こうやって土に帰ってくんだなみたいな瞬間も見えたりして、なんでこれを本当は土になる部分っていうのを画材にするって行為だと土に返さない状態に持っていくものなので、なんか人工的というか人だからやってることだなって思いながら、私は形に残したいなって思っちゃうので土にならないようにって思いながら作っちゃってますね。今これが血と炭酸カリウムっていうのを5対5対1で酸化鉄をちょっとだけ鉄分を補う形で入れた混合物をこういった試験管に入れてバナで焼成して炭にするんですけど、その時にこういったカリウムと動物の鉄分っていうのが結合した形で炭
炭素炭に変わって、そのタンパク質をこう持った状態のその炭素っていうのがそのプルシアンブルーを作る時に適していると言われていて、すごい。ちょっとこれを一回湯がいて、ちょっとこう牧汁の汁みたいなのを作るんですね。硫酸大鉄を 10% 溶いたものとキエン酸もともと 10% に希釈されているものっていうのをそれぞれ足して中和反応を起こしていく中でこういった青色が出来上がっていくっていう製法になってます。ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと黄色っぽい色に。プルシャンブルーって青色になるまでの過程でいろんな化学変化で色が変わるんですけど、そこで最初赤かったものが黒になって、こういう黄金色の金色っぽい液体になって、でこれらを加えていく中で硫酸を加えるとまず白く濁ったりするんですよね。で白濁した後に最後キエン酸をかける中でその青色が分離して青色になっていくっていうのを見ると5色くらいの色を目撃してて、でそれが最近知らないうちに自分が絵の中でよく多用してた色だったりもして、直接的にっていうよりかは後天的に親和性を感じてしまうような、ちょっと濁って。このキエン酸を少しずつ入れて中性に持っていく、ちょっと塩酸ぶりに持っていく中で青色になっていくような感じですね。書きかけですが、今はイノシシをモデルに描こうとしています。で今青く見えてるところがちょうどイノシシのシルエットになるように下地を作っています。で下地にあたるところには実際の狩猟で授かったその獣から授かった動物の血を元にしたプルシャンブルーっていうこの青色と、あとは2皮もそれぞれあって、鹿と熊とイノシシとその狩猟の現場で授かった毛皮から自分で自作したものがあるんですが、今回モデルになっているイノシシの2皮を元にさっきの青色と組み合わせて、あとはですね、ちょっとシワシワになってるんですけども、このシワの部分にはティッシュペーパーをちぎったものっていうのを置いて、ニカワとプルシャンブルーを混ぜたものっていうのを上から垂らしていくと自然にシワが寄ってシワのまま固わってくれるので、表面ちょっとザラザラするようになってます。自分の中だと下地の状態ではあるんですが、地形図とか
こういう自分たちが住んでるとことか、そのイノシシが住んでるとことかっていうのをこう引いてみた時の地形図が結構山だったり川だったりが水脈沿いにいろんな脈を打ってシワになってってる、なんかそういうふうな地形だったり大地のシワみたいなのをこの中に動物のシルエットに入れられないかなと思って、そういう薄い紙ティッシュとニカワと抽出した青色絵の具っていうのを混ぜ込んで先にイノシシのシルエットっていうのを描いています。ここ地元の山内っていう地域が結構赤い粘土質の地盤を持っていて、そこが結構その冬場になると雪崩で雪山が崩れたりすると露出する部分なんですね。でそういうふうな赤土から出てきた木の根っことかをこういうイノシシたちは喜んで食べに行ったりしていて、で実際に城の現場に行ったりするとそういうイノシシが歩いてった足跡の先にはこういうふうにちょっと雪崩で崩れた後の地形っていうのが残されていったりしているので、赤い地形土っていうのをちょっと入れたいなと思って今は描いてます。はい、整った筆先をあえてちょっと揉んでくしゃくしゃにしてちょっと枝葉のようなランダムな形になったものとかをちょっと当てたりとか垂らしたりとかっていう風にしていくと自分で描いた糸がこもりすぎた筆跡にはならないのかなと思っていて、例えばとかもそうですね、ちょっと筆先をあえて壊してちょっと葉っぱのチリチリしたのをかけたりとか、綺麗に描きたいっていうよりかは一見粗雑に見える茂ってる感じとか、あまり自分のコントロールが効かない自然界みたいなところを表す時にはあえて整えたものを崩して描くみたいな、そういうふうな筆運びとかはちょっと意識してるかもしれないです。父がよく幼少期からいろんなところに連れてってくれるんですが、その中で結構釣りで沢を登ってったり海に連れてってくれたり、結構水場があるところに小さい頃から連れてってくれていて、それが影響してか水があると引き寄せられるような中を覗き込んでみたかったり飛び込んでみたいなって思うような、そういう風な幼少期でした。身近にあるもので魚を捕まえる罠を作って、でそれを田んぼのあぜ道とかの側溝の水路に落としておくと、ちょうど小学校から帰ってきた頃とかにそれを取り出すとドジョウとかハヤとかが捕まってたりするので、なんかそういうのを捕まえて観察してみたいなのをよく遊びでやってました。高校生で美術部に入ってキャンバスと向き合って絵を描くっていうのを始めてから初めてアートとか美術芸術っていうのに目線が向くようになっていって、で美術館とかそういうところにも意識して好きな作家さんとか展示とかをめがけていくようになったんですけど、ただその美術部で描いてたものがいわゆる絵画って呼ばれるものだっていうのを知らずに絵を描いて、デザインの先生だったのでデザインのコンペに出すみたいなのをずっと続けてしまったので、大学に入ってからその延長で絵を描いてたら教授の先生方に「長澤さん何の絵画描いてるの？」みたいな言われて、自分が描いてたのがイラストとかデザインとかっていうものじゃなく、グラフィックのものじゃなくて絵画とかアートって呼ばれるものなんだっていうのを後から知りました。今思えばテーマがあったり誰に向けてとか
どうやって届けるかっていうのを考えていくのがデザインだとしたら、私が描いてたものはそういうことではなくて、多分自分がその頃にこう気づきがあって描きたいと思ってた世界観、創作の世界観っていうのを好きに出力して描いてたのでですね。もともとアニメーションが好きでジブリ作品とか特に好きだったんですけど、その背景画家さんっていう人たちがいるっていうのを知って、その背景が手書きで描かれている時代のその例えば秋田だと小賀和夫さんっていう背景画家さんが「もののけ姫」だったりいろんな結構東北に根ざした風景っていうのを自身のルーツごとこう入り込んで手掛けてらっしゃったりもしていて、なんかそういう風な作家さんだったり、そうですね、こうどうしても秋田絡みにはなってしまうんですけど、釣吉三平っていう漫画を描いていた矢口先生の漫画とかも昔から読んでいて、そういうのも踏まえて実際の川に行くと魚を楽しめたりっていうことがあったので、そういうこう少年心をくすぐってくれるようなこう魚だったりいろんなものとこう向き合っているっていう、こう関係性を描いている漫画家さんだったりっていうのにはすごく教わったことが多いのかなと思っています。この作品がその初めて等身大の熊と向き合って最初に描いた熊の絵なんですけど、その実際熊が多かった年にこう山の中で車を脱輪させてしまって限界集落の中でこうその人がいるところまで自分の足でこう降りていかなきゃいけないって時にこう薄暗い夕暮れの中で山並みとかが黒く染まるような時にその頃のその人よりも熊の数が多いような気配の中で自分がこうその世界から逃げ出さなきゃいけないみたいなのをこう感じる中で描いた絵になってるんですけど、その時にじゃあ自分が何に恐怖して何にこう追いかけられてるって思ったのかっていうのを考えた時に、熊だったりこういう山の気配、自分たちとはまたこう人が住んでいるところとはまた違う世界観をこうまとったこう山の見え方、そういう時刻の見え方とか、なんかそういうものを全部ひっくるめて自分がこう感情でその時向き合ったんだなって思ってってなると、ね、自分が感じたものの中には熊単体ではないですし山単体ではなくて、そういうのを全体的にひっくるめたその山の気配みたいなものが自分にすごく訴えかけてくるものがあったんだなと思って、でこれ以降の作品がこういうそのじゃあどういう生き物と接点が特に結びつきが強くなって、でその動物だったり生き物を通してどういう世界と向き合ったのかっていうのを残したくて今のような表現主体になっていくようになりました。母だったり周りの親族とかはこう展覧会があるとこう本当に私のだからっていうよりかは好きで絵を見に行ってくれたりはしていて、一方で父は私の絵があまり好きじゃないのででなんで好きじゃないのかっていうところに目線の違いがあって、と私の祖母が魚屋さんだったんですけど、その息子である父はこう魚が目の前でさばかれていく様子とかをこう逆に馴染めなくて自分が釣った魚を食べれなくなっちゃったっていう経緯があって、こうそれまでその友達じゃないけど良きライバル関係で釣られたの関係性でいた魚をさばいて食べるって感覚にどうしてもなれなかったらしいんですね。それをしている父の横で釣りをしてた私としてはなんで食べないのに釣るんだろうとか純粋な疑問がすごく昔からあって、その釣る
っていうことは痛みも伴う行為なので、ただ釣られただけだと魚がかわいそうじゃないかって純粋に思ってた時もあって、そういう時にこう食べるって行為が必要だよねとか、食べたいから釣ってるんだよな自分はって思う時が増えていって、そういうところで感覚がやっぱり親子でも違うんだなっていうところで、父は立体の造形とかを使って作ったりしてるんですけど、私はこう平面の世界でこう自分の感覚で見て感じて食べたものを通したものをこう描いていくっていう風になったので、そこが同じ場所同じフィールドを共にしてる家族でもちょっと感覚が違うから、好き嫌いもちょっと違ってくるのかなって思っているところです。最近の感覚だと、はい、食べる、そうですね、食べるとその相手の体に自分がなるというか、その相手の血肉が自分たちの血肉と融合する瞬間だなっていうのは思っていて、その熊を食べないで描いた絵と食べてから描いた絵は違うんじゃないかって思って、何が違うかっていう時に絵の見た目の話じゃなくて、誰が描いたのっていうところに、もしかしたら自分の体で描いてはいるけれど、熊だったものも自分の体を動かしてくれて熊を描かせてくれるんじゃないかっていう風に、一緒に描いてるじゃないけれど、そう思う時っていうのが増えていって、その自分の体を日々生かすっていう行為と、その自分じゃない何かと一緒に混ざり合って、一緒になってその筆を取らせるみたいな、足を動かしてくれるみたいな、そういう意味でも重要な行為なのかなって思ってます。風の流れみたいなのがあって、こう行くべきところに行って制作をするっていうのが自分のスタイルな気がしているので、自分が今後も興味持った分野っていうのにこう素直にいればいただけ、そういうふうな舞台が舞い込んでくるのかもしれないなって思って、その時に今やってきたことが活かせたらいいですし、それ以外の手法で自分の感覚でトライできることっていうのがあったら、それこそ映像でも写真でも空間でも、その今までやってきたことがあまりない手法っていうのにもチャレンジしてみたいなって思ったりしています。